ぐいぐい、どうも芦田です。今日は秋車中泊ということで、東京神戸間を仕事しながら車中泊旅していきたいと思います。まずはガソリンを満タンにしてから出発です。今までハスラーに乗ってた時はあまりガソリンの料金とか気にせずに給油してたんですが、このハイエースにしてから給油量がハスラーの倍ぐらい入るようになったので、結構ガソリン代を気にするようになりまして、こういったクーポンとか使いながら極力ガソリン代抑えるように頑張ってます。今回はだいたい40リットルで6400円となりました。神戸としては安く入れれたんじゃないでしょうか。というわけで名神高速の西宮インターチェンジから高速に乗っていきます。目的地までは約500キロ、時間にしてだいたい6時間なんですが、ちょっとここで問題がありまして、このハイエース今リッター 8.8 キロしか走んなくて、計算すると若干東京まで足りないんですよね。なのでもしかしたらどっかで給油しないと東京まで行けないんじゃないかなって思ってるんですが、一旦なんとか給油なしで行けることを願って出発していきたいと思います。というわけで刈谷ハイウェイオアシスに到着しました。だいたい2時間に1回休憩を取っていこうかなと思ってるんですが、めちゃくちゃ広いサービスエリアになっているので、ここでお昼取っていきたいと思います。いろんなレストランがあってすごい広いんですが、お昼時とちょうど重なってるんですごい人が多いんですよね。あんまり人混みでこうカメラで撮影するのがちょっと嫌なので、今回は車内で昼食取っていきたいと思います。で今回僕が購入したのがこちら、チキン南蛮弁当ですよね。やっぱりまだまだ食べ盛りなんで結局南蛮です。はい、じゃあ車内でいただいていきます。今回追加で、名古屋コーチンの卵焼きまでつけちゃいました。うわ、うまそう。いただきます。めちゃめちゃジューシー。いやー、うまいな。つい先日までちょっと香港マカオに行ってたんですが、もうね、物価が高くてご飯がそんな美味しないんですよ。ラーメン1杯1700円とか、しかもクオリティめちゃくちゃ低いし、ワンタン麺なんですけどね、向こうは。その料金払ってこのクオリティかって思ってたんですが、やっぱり日本っていいですね。もうこの超うまい唐揚げ弁当が1400円で食べれるんですから、幸せなことですよ、日本に住んでるって。うまいなあ。あっという間に完食、ごちそうさまでした。トイレだったりも済ませてだいたい1時間ぐらい休憩したので、また、東京に向かってドライブしていきます。でなんで今回東京に向かってるかというと、知人の先輩に結婚式に誘われたんですが、これ5日前に誘われたんですよ。ひどくないですか？結婚式ってそんな急に誘うっけみたいな。たまたま土日が空いてたんで、もう行きますって返事しましたけど、いきなり電話がかかってきて、芦田さんすいません、結婚式出れますかみたいな。はい、いつですか？今週の日曜日で。今週の日曜日で、今席次表作ってるんで、この電話で出席回答してほしいんです。今回答すんのみたいな。そんな結婚式って簡単じゃねえぞと思いながらも、行きますとちゃったんで、今東京に向かっております。さあ時刻は8時も回りまして、足柄サービスエリアまでやってきました。もう東京インターチェンジまではあと少しなんですが、ここには温泉があるということで、せっかくならこのサービスエリアで温泉に入ってから車中泊していこうかなと思います。今回は2泊3日の車中泊を想定してたので、お風呂用意だったりタオルだったり下着着替え、そういったお風呂道具の一式は準備万端でございます。でここの温泉僕めちゃくちゃ好きで、高温のサウナがあったりとか、水風呂もキンキンだし、で湯船が炭酸バスなのですっごい疲れが癒されるんですよね。で料金が760円と非常にリーズナブルなんで、東京に行く時は必ずここで温泉に入ってから、東京に向かってます。さあ東京インターチェンジ到着しました。料金は8720円。ハスラーの時のだいたい 1.5 倍ぐらいですかね。やっぱり高いですね。とはいえね、もうめちゃくちゃ長かった。お昼の11時に出て9時に到着したので、だいたい何時間？10時間？疲れた。
もう今日はこの用賀近くの、最も安い駐車場を探してそこで車中泊していこうかなと思います。で、見つけたのがこちら、なんと24時間最高1200円ということで安くないですか？今まで中目黒の駐車場で止めてたんですが、それ1400円で最安かなって思ってたんですが、1200円現れましたね。もう少し探ればこれもしかしたら1000円切るかもしれないですね。今日はここで車中泊していきます。長旅の疲れを、癒すために今日は家から丹波というウイスキー持ってきてます。これ僕の地元丹波市が作ってるウイスキーなんですが、世界的なアルコール評論会で金賞を受賞すると、すごい評価されてる、ジャパニーズウイスキーなんですが、めちゃくちゃ美味しくて、本当に兵庫県の一部でしか販売されてないんで、ちょっとねここでご紹介させてください。めちゃくちゃ美味しいです。見つけた方皆さんぜひ飲んでみてください。この丹波で今日はウイスキーを作りながら、足柄サービスエリアで買っておいた崎陽軒の弁当をいただきたいと思います。最高ですね、この組み合わせ間違いないやつ。新幹線のね、もう旅のお供と言っても過言ではないこの崎陽軒を、車内で食べれる幸せ、いいですね。さあ、弁当を食べたり動画を見たりお酒を飲んだりしていると、時刻は1時半を回りましたので、今日はこの辺りで就寝しようかなと思います。途中仕事をしたりとか車内でね撮影したりとかしてたら、今日一日使った、ガジェット、これを全部、充電してから寝ようと思います。で、今回からはポータブル電源を新しくしてみました。こちら DJI のパワー1000というポータブル電源なんですが、僕が普段動画の撮影で使っているカメラと同じメーカーが出しているポータブル電源で、ドローンとかが有名ですよね。で、1000Whあるのでスマホで言うと60回、パソコンは10回で、ヘアドライヤーとか電子レンジまで動かすことができるパワフルさと、リン酸鉄イオン製なので熱暴走にも強くて、夏場車内に置いてても安心ですし、長寿命で、消費電力も少ないという特徴は、もちろんなんですが、一番の魅力は急速充電。これ 1.1 時間でフル充電できるんですよ。めちゃくちゃ早くないですか？これ充電するのを忘れてたとしても出発前に充電すればあっという間にフル充電できるので、めちゃくちゃこれいいなと思いました。今回はこの大容量のポータブル電源があるので、2泊3日仕事しながらでも、電源に困ることはないんじゃないかなと思ってます。というわけで明日も朝早いのでこの辺りで就寝したいと思います。おやすみなさい。おはようございます。はい、寝すぎました。時刻は10時半。9時に起きて撮影をして着替えて結婚式に行く予定だったんですが、ちょっとギリギリなので準備を後回しにして、まずは着替えて出発していきたいと思います。疲れた。いやただいま。2次会3次会4次会までお酒を飲んで終電で帰ってまいりました。ちょっと今日は、酔っ払ってこれ以上撮影できないので、ここで着替えて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。3日目の今日は神戸に帰ります。まずは駐車場の精算から。2日間車を止めてたんですが、料金はなんと1800円。めちゃくちゃ安くないですか？東京都内ですよ。助かるわ。帰りも高速道路に乗る前にガソリンを入れてから出発します。で、今日は9月30日の月曜日なので仕事をしながらの帰路となります。まずは海老名サービスエリアによって、日中はいろんなサービスエリアに寄りながらこんな感じで車内で打ち合わせをこなしながらの帰り道となります。で、平日には高速道路の割引がなくて、普通に東京インターチェンジから西宮までを乗っちゃうと1万2000円もかかっちゃうんですよ。これちょっと高いので深夜割引適用させて、日中はできる限り車内で仕事をしながら西宮インターチェンジを出るときに、深夜の0時を回っているように調整しながら帰ってまいりました。なので料金は7000円台に抑えることができました。ちょっとした距離ならそんなに気にすることもないんですが、やっぱり東京とか遠くなればなるほどこの深夜割引を使って料金を抑えていくっていうのはかなり重要になるんじゃないかなと思います。というわけで深夜1時半を回ってしまいましたが無事に帰宅することができました。
今回はずっと高速道路に乗ってたので、実は平均燃費測ってました。高速道路に乗る前はこのハイエースリッター 8.8 しか走んなかったんですが、今回計測したところ 12.4 キロパーリットルと、めちゃくちゃ燃費伸びましたね。なので帰りに関しては高速道路で一度も給油することなく、帰ることができました。下道とかを走っちゃうとリッター10切っちゃうかなって思うんですが、高速だけだとまあそこまで悪くない数字かなと思います。そして2日間丸々使ってたポータブル電源ですが、半分以上、電源残ってますね。この感じだと1週間はパソコンとかスマホガシガシ使いながら車中泊できるんじゃないかなと思います。というわけで本日の動画これにてお開きです。今後もこんな感じで車内で仕事をしながらいろんなところに車中泊していこうかなと思いますので、チャンネルの登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。